どうもこんばんは。あおさんの休日のあおさんです。今年の2月でアクアリウムを始めてから2年と半年が経ちます。アクアリウムで使われるソイルの寿命はだいたい2年くらいと言われておりますが、2年を待たずしてその間水槽のレイアウトを変えたことが結構たくさんあります。過去のレイアウトも合わせて今回は長編動画を数回に分けてお届けさせていただきます。第1弾は水草紹介前編。過去に購入した水草を前半後半に分けてお届けしようと思います。また後日後半動画もお届けいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではアクアリウムを始めた最初のレイアウトから見ていきましょう。ぜひ最後までご視聴ください。まず最初に作った水槽がこちらの石と流木を使った45センチロータイプ水槽になります。セラミックソイルを使用しています。セラミックソイルとは焼き固めた土を使っていて、ソイルに比べて栄養価は少ないですが半永久的に使えるソイルと言われております。奥行き感なども一切考えずに CO2 の存在も知らなかったので、もちろん添加しておりません。使用している水草は前傾層としてロゼット種のエキノドルステネルス、中傾層としてスクリューバリスネリア、後ろに写っている流木にウィローモスを接着剤で活着させています。続いてのレイアウトは全く同じ水槽を使用していて、トンネルに非常に憧れていたので石組みでうまいこと小さなトンネルを作ったレイアウトになります。前傾層としてキューバパールグラスを採用しています。綺麗な気泡をつける前傾層として有名ですが、もちろん CO2 の添加をしていないので気泡をつけることはありませんでした。同じく、ロゼット種のエキノドルステネルス、アマゾンソードを新しく採用しています。あとは中傾層としてスクリューバリスネリア、後ろの流木にウィローモスを同じく活着させています。コリドラスのために買ったラプラタサンドとセラミックソイルが混じり合い、非常に汚いですね。アマゾンソードはロゼット種の代表種で育てば超大きく育ちます。キューバパールグラスは CO2 添加で気泡をつけて育ってくれます。高度も必要なようです。スクリューバリスネリアは日本原産の水草で育てるのは簡単な方です。皆さんご存知ウィローモス、接着剤での活着は個人的にあまりおすすめしません。エキノドルステネルスはランナーを出し結構大きく育ちます。45センチロータイプ水槽では全く満足しきれなかった私は、ついに60センチ水槽を購入しました。稼働期間としてはかなり短かった水槽になります。石も新しく購入し、今回からアヌビアス7を新しく採用しています。ど真ん中には湧き水を作り、奥行き感をこの頃から意識し始めたと思います。湧き水はコーナーフィルターからうまいこと作っている感じです。今見てもなぜ稼働期間が短かったのかよくわかるレイアウトになっています。前回のレイアウトで全く満足していなかった私が新しく作った湧き水水槽になります。前傾層としてキューバパールグラス、左の方にはエキノドルステネルス、そして石にはアヌビアス7を活着させています。後傾層として右後ろの方にアマゾンソード、左奥にはスクリューバリスネリアを植えています。流木には同じくウィローモスが活着しています。真ん中には道を作っていて奥行き感を演出しており、後ろの方の盛り上がっているところの下の方にネットに入れた露材を入れてかさ増しをしています。
エアレーションと湧き水が超ずれてますね。恥ずかしくなってきました。そしてうちのコリドラスはなぜか湧き水で全く遊んでくれませんでした。湧き水水槽に満足をしてしまった私が新しく作ったレイアウトがこちらになります。下の方に60センチ水槽と同じ形のビニールを敷き、レイアウトを考えて作成しました。真ん中に大きく立っている石の下に塩ビパイプを使用しており、そちらに石を差し込んで作ったレイアウトになります。そして出来上がったレイアウトがこちらになります。真ん中にはコリドラスのために大きな砂場を作り、周りにソイルを入れてそちらに水草を植えています。左側のレイアウトは前傾層としてエキノドルステネルス、そして中傾層として新しく導入したクリプトコリネウェンティグリーンが植わっています。後傾層としてはこちらも新しく導入したグリーンロタラが植わっており、その右側にはこちらも新しく導入したルドビジアスーパーレッドが植わっています。右側から前傾層としてキューバパールグラス、その後ろに新しく購入したラージパールが植わっています。その後ろには後傾層としてアマゾンソード。アマゾンソードの左側にはこちらも新しく導入したブリクサショートリーフが植わっています。ブリクサは本当おすすめな水草です。そしてその左側にはエビを購入した時に一緒についてきたアナカリスが植わっています。レイアウトの真ん中の一番後ろの方に流木を配置しています。そしてレイアウトのど真ん中の後傾層としてロタラ・ロトンジフォリアが植わっています。アヌビアス7を石組みに活着させており、塩ビパイプを見えないように工夫をしています。レイアウトの左奥に見えるコーナーフィルターの周りにはプライタを設置しており、このコーナーフィルターの下によくコリドラスやプラティが隠れていたので、すごい困った思い出があります。ロタラ・ロトンディフォリア、ロタラの仲間で鉄分を添加すれば赤く育つ水草です。アヌビアス7は活着系の水草の代表種と言われている水草です。どこからか侵入したスネールを退治するためにキラースネールを導入しました。レイアウト変更の際にはみんなにこのように非難していただいてました。ナナプチは非常に見た目が可愛いのでとてもおすすめな水草です。ラージパールはライトグリーンが非常に美しく丸い葉をつける有形層です。グリーンロタラも有形層の中の代表種の一つとして有名です。クリプトコリネウェンティグリーンもかなり大きく育ちます。こちらもおすすめです。ブリクサは植えた箇所でもさもさ増えてくれ、自然感もアップします。アナカリスはとても簡単に育つ水草です。浮かしてても育ちます。ルドビジアスーパーレッドは鉄分をかなり必要としていて、上ばっかりきれいに育ちます。これは流木を組み合わせたもので、後ほど投入したものです。水草が育ってきた状態がこちらになります。新しく買ってきた流木を左手前に配置しています。この頃から確か発酵式 CO2 を使用しており、水草の育ちも良くなってきたように思います。石組みの下にはウールマット等も引いており、今見ても結構かっこいいレイアウトだなと思っています。レイアウトの右奥にはブラックホールが入ってるんですけど、これなんで入れたかちょっと覚えてないです。そしてこのレイアウトの時からエーハイム2213を使い出しました。
ポゴステモンは葉の裏が紫色に育つとても珍しい有形草です。ミクロトライデントは三つ股の槍のように3枚の葉を展開します。苔だらけになった水草はサテライトでエビに退治してもらっていました。いかがだったでしょうか。湧き水や塩ビパイプを使ったレイアウトなど、以前は結構凝ったレイアウトを作るのが好きでした。流木に水草を合わせるレイアウトは自然感が出て非常に好きなんですけど、今のメイン水槽は石組みのかっこいいレイアウト仕様になっています。なぜ石組みにしたかという理由もありますが、また次回お話しできればと思っています。次回は水草後半動画をお届け予定です。その後は飼育経験のある生態動画をお届け予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あおさんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。